あそこが広場みたいだね。待ち合わせしてるような人はいないっぽいけど、近くを探してみる？これを飲ませて奴を横たわらせるんじゃ。つまり奴らを横たわらせるんじゃ。完膚なきまでに叩きのめされて、ようやくおとなしく寝る気になったようじゃな。そこの小わっぱと小娘、患者の情緒を安定させてくれたこと、礼を言う。素晴らしい物理麻酔じゃった。物理麻酔？うちらそんなことしたっけ？そうじゃ。まあおかげでこの者たちは傷を負うことになったがな。全力で手当てをしてやらんと。まったく忙しくて手が回らぬ。この子どこから来たんだろう。パパは？おらん。じゃあママは？ママもおらんぞ。さては、わしが幼く見えるゆえ子供じゃと勘違いしておるな。ここは泉州じゃぞ。よその小わっぱが見た目で人を判断するでない。寿命族は輪廻ができるゆえ、パパもママも不要じゃ。わしは転生した時から医学の道に専念してきた。探偵士の医師免許を持つれっきとした医者じゃぞ。ベロブルグの子供たちは遊びに夢中になってたのに、ここの子供たちは患者を診察してるんだね。近頃のラフは安全な場所ではない。主ら、もし用事がないなら出歩くなでしょ。でもあんたたちの将軍に仕事を任されたから出歩かないわけにはいかないんだよね。ならもし主らに何かあれば、骨でも折れたりしたらわしが無料で見てやろう。わしを救ってくれた礼に薬代も8割に負けてやる。この泉州ラフでわしに見てもらいたい患者がどれだけおるか知らぬのか。抜け出す時にもっとたくさんの金を持ってくるべきじゃった。無駄話はここまでじゃ。患者の診察を遅らせるわけにはいかぬからの。ようじちゃん、さっきのちっちゃいお医者さん、雰囲気が周りと随分違ったね。ああ、俺も文献でしか見たことがなかったんだが、あれが寿命族なのか。文献には竜の末裔と書いてあったが、確かにその通りだったな。最善は尽くしたけど、情けない。医者が弱音を吐くなんて。じゃあどうすればいいっていうの？探偵士の同点につながる航路はなくなった。私たち外勤の医者が持ってる薬品と器具だけじゃもう何もできないわ。そもそもこれは医学書に書かれているような病気じゃない。魔音の身に落ちる前兆よ。診療録によればこの人は200歳で運気軍に入ったばかりよ。それなのに魔音の身に落ちるわけがないでしょ。ちゃんと見てあげてよ。このままじゃ中央市の半眼たちの出番になるわね。早く他の同点から避難してきた患者たちを収容して容体を安定させて。
接触は最小限に抑えるよう注意してね。得体の知れない邪推に蝕まれたくなければ。わかったわかった。まったく地公士は全員出動して一人も残ってないってのに。お前たち探偵士はたったの数人か？残ってないって言い方はおかしいでしょ。嬢ちゃん、この後に及んで口喧嘩でもするつもりか？診察に集中しな。皆様どうか落ち着いてください。地公使総務部からの通達により長楽天の航路を一時封鎖いたします。詳しい情報は官報と皆様の玉長に送らせていただきます。体調が優れない方は速やかに地公使の管下にて届け出てください。探偵士の医者が無料で診察をしてくれるはずです。なお皆様にはタンパク米1袋と各種医薬品を支援物資として配布する予定です。今ここで私に申し込むか、地公使に申請して後で自宅に配送することも可能です。では玉長の腕輪で登録を。おや、よそからの旅客でしたか。わかりました。それではこちらにサインをお願いします。大牧師の球技に問題が起きたそうです。一部の牧者と管制士が同点から逃げ出したようで、中には植物だとか根だとか叫んでいた人もいたと聞きます。一体何があったのでしょう。もしかしてあそこにお知り合いでもいるのですか？心配でしたら逃げてきた牧者に話を聞いてみてはいかがでしょう。疲れているとは認めたくありませんが、確かに12時間も経ったままです。この災いはいつになったら終わるのでしょうか。弱り目にたたり目だな。構造士でも問題が発生した。しかも大問題だ。あんたは早く運気軍に報告してくれ。なんとか。失礼した。俺は地公使に勤める者。その服装、ラフを来訪した客人か。すまないが先週に少々特殊な状況が発生した。だが心配は無用だ。この事態は運気軍が可及的速やかに解決する。安全のためにどうか外出は控えて、しばらくは旅館の中で過ごしてほしい。埠頭が開放されていればすぐにでも船で聖境へ向かうよう進めたいところだが、ここから先の航路は全て封鎖されているそうだ。ところで俺の友人に聖査の通行証を持っているやつがいるんだが、どうだ、手頃な値段でここからすぐに離れられるぞ。そうか、分かった。俺は公務に戻るが、気が変わったら遠慮なく会いに来てくれ。そこの兄ちゃん、待ってくれ。長楽天の民と龍女様を助けてくれて本当にありがとうな。あの方は探偵士の龍女白露様だ。さっきの子のことだよね。なんかすごく偉い人に聞こえるんだけど。天白氏の友人から聞いた。将軍様がラフの危機を解決するためによそから客人を招いたってな。見たところお前たちのことだろ。面倒をかけるつもりはないが、時間があったら地公使の管下まで来てくれないか。長楽天について話したいことがあるんだ。
この龍雲渡しの運搬用の通路は少しでも変化があれば全体のルートが大きく変わってくる。二人とも道はわかるか？僕はわからないな。私はこっちの方から来たからよく知ってる。私についてくれば間違いないよ。無口くん、準備ができたら私に教えて。一緒に出発しよう。あんた、私が無口くんって呼んでも怒らないよね。へえ、心が広いんだ。何でも聞いて。知ってることなら何でも答えてあげる。どこかで反物質レギオンの爆弾が見つかったとかで、安全のために一旦ラフを封鎖して、その爆弾の処理が終わり次第解放するって聞いたけど、本当かな？何にしてもお上は何も教えてくれないまま、私に龍雲渡しにいる人たちを避難させるよう指示したの。知り合いじゃないよ。羅刹とあんたに会ったのほとんど同じタイミングだったし。でもどこかで会ったことがあるような気もするんだよね。ちょっと見覚えがあるというか。どこだったかな。私について言うことなんてそんなに長くはないかな。でも私は昔から厳格な運気式訓練を受けてるんだ。私の両親は妖精じゃ有名人なの。そうじゃなければ私は生まれてなかった。だから生まれた時から2人は私を厳しく教育してきたんだ。新兵だからって見くびらないでよね。行ったことある？妖精とラフにはそれぞれの特色があると思うんだよね。今はラフの運気軍にいるけど、妖精の方が好きかも。リーダーで言えば軽減将軍より妖精の女将軍の方が頼りがいがあると思う。今言ったことは忘れて。何も聞かなかったことにして。無口くん、なんで黙ってるの？危険があったら大声で叫んで。自分が戦えるからって一人で突っ込んだりしたらダメだからね。あれ？ここに通路があったはずなのに、どうして？誰かが龍雲渡しの操作台をいじってコンテナで道を塞いだんだろう。誰がやったの？もうおしまいだ。私気候に関しては全然ダメで。待って、あんたなんでちょっと詳しそうなの？僕は商人だからここには何度も来たことがあるんだ。君は運気軍なのにこの辺りの道に詳しくないのかい？妖精から派遣されたばかりだって言ったでしょ。ここにはあんまり来たことがないの。
査台ってどこにあるの？あれじゃないか？どれどれ？ああ、ランセス、あんた目がいいんだね。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。対処法を考えよう。よかった、精査が残ってる。この精査はどこに行くんだ？不当の路線を見るに終点は精査会の中枢だね。うん、そこまで行けば私たちも安全だよ。うん。さあ乗ろう。まだ早いし、どこかへ行こうか。なんだろう、画像だけって。ここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして早く向かうとしよ早くしてよ、静寂。あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ？静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか？平気平気。たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ここってパイソー？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの？うわ、もう。どうも、品位あふれるお三方、あなたたちが例の貴賓だね。ごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。ほら、ポン！でもあの辺は地講師がうじゃうじゃいてうるさくてさ。あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番？面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び、庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら！我が願いは満たされたり。
心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もあるなんて。興味があるなら私が庭園美玉パイについて教えてあげる。すっごく面白いよ。それは楽しみだ。いや、見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね。今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天外をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無家録によれば全盛期の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり空に至るほど高く枝に星がなっているようだったということだ。そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら泉州よりも大きかったりして。その通り。要するに想像を絶する大きさってわけ。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤する時に毎日この景色を見てるからもう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。鬼だのなんだの。レンジフードの掃除から。もう少しだからしっかりついてきてね。先に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急時用の門を知ってるの。ほらここだよ。ずいぶんと詳しいんだね。きっといつもサボる時に使ってるんでしょう。察しがいいね。そう、この門は大牧師の人に気ままの門って呼ばれてるんだ。暇があるとよくここから抜け出して外で何時間も自由を満喫するの。何時間も？その情報は別にいらないかな。
性格やら侵食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせるとまた頼りない静寂がやらかしたって思われる。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。それはちょっと。なんてね、今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ陽先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。陽先生すごいね。先週人でもないのに本当に門を開けちゃった。大牧師気まま派総帥の称号を譲っちゃ驚いた？うちは全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション、次はもっと工夫してよね。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。目の前にあるのが私たち大牧師が誇る大型玉鳥演算装置旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ？玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。秘密集。本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに構造師の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。そうみたい。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピュータにはそんな大層な由来はないでしょ。ヌースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルタの宇宙ステーションにもヌースに関連するものはなかったと思うよ。とにかく運行さえできれば玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大牧様はそこで私たちを待ってるはず。普賢殿、進捗は？道引きは剣、真の間にある。行に差異あり、理はなし。普賢殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。
旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪推までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは先見の明あり砲丸に漏れなしと称えられる普賢殿だ。基地を追い今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だから普賢殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくともすでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大木様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。好きさえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ。それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。旧館の陣の運行を再開できれば大牧師の秘技も見せられたのだけど、客人を待たせてしまうなんて面目ない限りね。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに正確の邪推の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから元井の再起動は彼女に任せればいい。邪推の排除についてはご本自分で占ってみたんだけど、うちら3人とも多忙の運命だってさ。何？魔法の言葉って。それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。ほら、ここが中郷の陣だよ。中郷を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。
これでよしと。歩を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。櫓の妖怪？緊張しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんていないから。あれは禁陣って言って陣を守ってるんだ。重要な場所には必ずあれがいるの。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょ。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。通行禁止。美月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。早くなんとかして。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ここは快感の陣。確か空間についての情報を扱ってるんだったかな。よし、終わり。次に行こう。時間と空間？わかった。ここはエネルギーに関係してるんでしょ？
残念。ここは行政の陣って呼ばれていて、物事の因果を整理するところだよ。よし。なんとか3つの元井を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。ご苦労様。陣の呪符が全て灯されているのを感じる。ではこれよりカフカの審問を始めましょう。陣の中心にいると多少の衝撃を受けるかもしれないけど、準備はいい？あら、こんなに大げさな儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法がね。そうなら大木様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。お前、そんなことのために。どう？私の真相は気に入った？ありえない。でも旧館の陣に間違いはない。カフカは性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。バカバカしい。こんなことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。はーい、何も変わってないのね。ごめんなさい、こんな情けない姿を見せてしまって。あら、私を心配してくれてるの？私なら平気よ。泉州は捕虜に優しいから。列車で君と話さなかったのはこうなることを想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ？
エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら、今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く準備はいい？先週で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると、性格ハンターに罪がないとも言えないわ。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは3つの事実を見たからよ。1つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。2つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大木氏が私に対して休館の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は泉州同盟が知るべきことしか知らないの。そして3つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら、なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。不条理だと思うでしょ。大木が信じないのも無理はないわ。でも休館の陣は嘘をつかない。だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、ジンが捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、全ては君たちを、請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で遵守の力は欠かせないものだから。そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。どう？驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。素晴らしい脚本だと思わない？言ったでしょ。エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば、今までの私たちの努力が水の泡になってしまうわ。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったらあらゆる助けが必要になるでしょうね。何しろアイオンとの戦いだもの。あれは君も私も請求列車も到達できない域の存在よ。多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるわ。知
ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。ねえ羅刹、繁殖のタイズルスについてもっと教えて。すっごく面白かった。不思議だね。アイオーンも死ぬの？無敵じゃないんだ。絶対的な無敵も永遠の普及もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないな。アイオーン同士でしょ？なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先習人なのかい？他のアイオーンはともあれ蘭と薬師の話は知っているだろう？同盟の宿願といえば薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたから、あんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。遵守と豊穣の因縁を知らないのならいろいろと説明が長くなる。わかったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊宮というものだ。死者を収める箱で一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。1000年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら泉州人は死者の名前と玉彫を獣王氏の因果殿に祀るんだ。それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を聖査に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを聖宮行きと呼んでいた。ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寿命族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて寿命族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。無口な炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン、普及の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。貴重な力ゆえに複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も普及の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが、突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれつき、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも普及を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。
余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ、友達？いいや。じゃあ恋人？何を考えてるんだい？この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。魔音の実だ。誰かが怪我してる。待て、下手に動くな。3人で一気に行こう。即戦即決で奴らをやっつけてあの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。ねえ、大丈夫？見ればわかるはずですが。ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくりくぐつだったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地高市に運んでください。無口くん、羅刹、ごめん。また寄り道する羽目になりそう。この子は獣王市の傀儡判官で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん。私についてこいって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は傀儡なんだ。だから地高市まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん。僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です。この身はからくり、肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえ良ければ僕が癒そう。不思議です。どうやって？医術って範疇を超えてるよね。北条のよかった。地高市に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王市の律令により、判官は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら私の寿命はもう終わっていたでしょう。変？ついてきてください。
このような光景は初めてです。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。何を言ってるの？それは私たちの願望じゃないわ。ただ昔の出来事を教えてあげたいだけよ。死したアイオーンのことをね。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ。どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は3つあるわ。その1、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その2、アイオーン同士の戦い。強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も遵守の導きのもと宇宙を渡って豊穣の意味物を借り、その目的を果たそうとしている。私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探し賜物を求める薬乞いだった。彼らはアイオンに謁見でき、死を癒せる賜物献木を手にした。けどすぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして遵守が現れ、一子で献木を射抜き分かつ。その後宇宙から不死の呪いを排除するため、同盟は薬師の後を追い始めた。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。行くわよ、ジンちゃん。残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい。大木になんて言えばいいんだろう。カフカが俺に本当のことを言ったのなら、大木の方は大丈夫なはずだ。あんた、あの女に洗脳されてるの？あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい。実に素晴らしい。なんという幸運。たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは正確だ。ってことは性格の力で剣木が生命力を得た？
ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。カフカが旧館の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲン殿。旧館の陣は嘘をつかない。フゲン殿が見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた一手駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか？初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は帝宮の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た？請求列車をおびき寄せた理由は？私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は天気にもなります。問題の所在さえつかめたら
全ては簡単なこと。で、また私に策を練れと？ああ、普賢殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ、正確の邪水を払い、再生の勢いを止める。ふむふむ、砲丸を持つ普賢殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。普賢殿は私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う？将軍。将軍も悪いお人ですね。きちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は、場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか？万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで？まったく普賢殿、私の騎兵を忘れたのかい？正確ハンターが恋に列車と船首を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。だろうね。将軍ってば微笑むたびにうちらをパシるんだから。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか？まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか？なんです。じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは非中の非、泉州の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からも普賢殿に一言忠告しよう。規則は泉州があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが考えただけで清々しくなるよ。普賢殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせにどうして？わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に正確封じの策に加わってほしい。運気軍の方は普賢殿が手配するはずだ。でもその前に諸君は構造師の近道を通り普賢殿と再度合流してほしい。ああ、わかるわかるとも。君の目には私は恩知らずに映るのだろうか。泉州の激変を耐え、離れず手を差し伸べてくれたこと、心から感謝しよう。だがこのような窮地でもし私が駆け引きをしようとしたら、きっと諸君は失望するだろう。ラフも恥をかくことになる。だから全てが収まってから
その時に報酬の話をしよう。そうだ、客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。行に才あり利はなし。やはり過小に誤りなしのようね。いまいましい。数千年も折れたまま枯れたままの剣木がよみがえるとは。泉州は前途多難ね。すでに予想していたわ。怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。正確の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所。剣木の封印場所にもひときわ近い。正確の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。しかも探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している族どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵士に一番近いからもうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから私についてきなさい。101010なるもの、道を運行せよ。将軍からの請託があるゆえ私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ大木様、うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限りお前たちの行く先は健康利定、万事順調なり。本当に？道具とか指を使わなくてもわかるの？よく言った。普賢さん、その言葉に感謝する。さあ行こう。あら？結構人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造師は正確の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか？大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。幼児ちゃんはいいとしてあんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのがたびたびヘマをすることです。建物が消えたり
傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。閉まってるね。いつも通り鍵を壊して開ける？それとも壁を乗り越えて入る？先に言っておきますが、構造紙は泉州の用地、大牧師と同じ位置にあります。許可なく構造紙に踏み入ると、法令により最低300年の懲役、最悪の場合は何千光年以上先にある僻地に飛ばされますよ。脅しているわけではありません。助言です。大牧師の時のように先に構造紙の職人から話を聞き、静寂さんみたいな案内人を探しましょう。中がどうなってるのかも分からずに入るのは無謀ですよ。先生、運気軍が救援の手を差し伸べてくれたのか。その身なりは。誤解した。旅人か。ラフがこんなことになるなんて君たちも辛いよね。僕も悲しい。そうだよ。何か困りごとがあるなら言ってみて。うちらはあんたたちの将軍が直接使わした助っ人だから安心していいよ。将軍様が直接？君たちを？ふざけてる場合じゃないだろ。運気軍がいるのによそのものをよこすわけないよ。構造紙は今大変なことになってるんだ。冗談はやめてくれ。本当だ。俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか。何も。待ってるだけだよ。中が危険だから逃げ出したんだ。忠告だよ。死にたくなければ中に入らない方がいい。木が暴走したんだ。誰かの盆栽が急に成長して市内で暴れ回ってる。あちこちがめちゃくちゃだよ。構造紙はからくりと無土壌栽培しか研究していないはずなのに、あんな大きい植物を育てる技術はどこから来たんだろう。不思議。ダメだ。先生がまだ中にいる。講師先生は構造紙の用金棒で一番年功を積んだ職人で、僕たちの課題も見てくれてる。事故が起きた時、先生は僕とズミ、インチューを連れて逃げ出したんだ。なのに途中でまた一人になって中の方に戻っていってしまってね。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。早く先生を助けなきゃ。なんでまた戻ったのかな。命よりも大切な研究成果はないよ。しまった、航路がやばいって先生の叫び声が聞こえた時にはもう人影は消えていたよ。助けに来てくれたって本当？ああ、慶元将軍から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残さない派だから、あんたの先生のこと気に留めておくね。じゃあこの玉符を受け取って。先生を見つけたらどうか無事に連れ出してほしい。
先生に何かあったら安心してくれ少年。君の先生は僕たち全員卒業できなくなる。行こう。もう喋る気がなくなっちゃったよ。木が暴走？きっと剣木だよね。でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。よく見ると根はすべて地下から出てきています。ただで庭師をやらざるを得ないようですね。構造詞は幼稚だ。賊どもよ、猿がいや近づくな。それ以上足を踏み入れたら容赦しないぞ。コクーンガレガマ10日流行。どうした？早く起きろ。あんなに可愛がってやったのに。よくも俺の可愛い子たちを粉々に。弁償しろ。だっておじちゃんが話を聞かないからうちら助けに来たのに。ああ、俺の名を知ってるのか。まさかこの陽金火事のてっぺんたる公主領の名声がこんなに広く響き渡っていたとはな。結構単純な性格だね。実は慶元将軍と普賢さんの依頼を受けて探偵士に向かう途中なんだ。公主先生、よかったら道を案内してもらえないだろうか。お、将軍様の部下だったのか。あ、すまん俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造師が木の妖怪に占領された挙句、四方の増加航路まで奪われたな。手強い妖怪め、どんな術を使ったか。市内のからくりが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中にはやっぱりだ。将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造師の危機はすぐに解決できそうだ。お前らを手伝える方法はあるが、その代わり力を貸してほしい。さあこっちだ。見ろ、これは構造師がずっと完成させることができなかったからくり、教官兵画だ。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。玉海門を見ただろ。この教官兵画は玉海門と同じ機能を持つ。2つの空間座標を、素人には理解できない方法でつなぐんだ。確かに伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいという欠点を除けば完全に精査と取り替えられる。
完全にダメっぽいね。開拓の海域アンカー以下だ。あらら、構造師の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白市は解散を免れることができましたね。本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が兵河に絡まってしまってな。よくぞ聞いてくれた。構造師の力を見せてやろう。たかが木の妖怪造作もない。来い、いいもんを見せてやろう。あの妖怪が押し入ってきた時、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。これは甲虫ルコーというからくり装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、威力は言うまでもないが、伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。で、点火だ。火は火に勝てまい。いいぞ、なかなかだ。死に教わっても努力は己にある。お前、俺の出来損ないの弟子より偉いぞ。なんだ、同点が崩れるのか。もう大丈夫か。どうやら俺の武器が効いたようだな。あの妖怪め、きっと痛かったんだろう。よし、じゃあ早速教官兵河で向こうに行くぞ。長引かせすぎてまた枝が伸びる前にな。見て、剣木の根っこが。あれは構造師の手法、増加航路だ。お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。航路をうがつ前にな。気をつけろ、何やら変化しているようだ。これは一
体何の化け物なんだ。さすが神の技。思うがままに命を作り出すとは、この力良きかな。傷を負わせてもすぐに治る。ありえなくない？ここは一旦引くしかないな。ついてこい。まったくもう、道理で泉州は豊穣の意味物を恐れるんだね。あの回復力半端じゃないよ。天雲、泉州の長命種ってみんなあんな感じなの？あの元禄はおそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってるため、あのような恐ろしい力を持ったのでしょう。うぐぐ、あれがいる限りどこにも行けそうにないね。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。そうそう、根本から問題を解決しないと。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何かがあるのかもしれない。確か将軍様の命令で探偵士に向かうんだったな。残念だな。あの妖怪のせいで構造紙が一時封鎖することになったんだ。そうだな、あっちへ行ってみないか。甲州先生、何かいい方法でもあるのか？あの鹿が再生するとき、周りの根が光っていたな。甲州先生は後ろに隠れてたからよく見えたんだね。俺はただの職人に過ぎないからな。戦場は我が居場所ではない。先ほど楊先生が言ったように、鹿が自身を治すことができるのはどこからかエネルギーを吸収しているからだろう。あの光は奴に生命力を注いでるようだった。ああ、教官兵がに絡まっている根をほどくために結び目を焼いたことは覚えてるか？あ、確かにあの根っこはそれっきり伸びなくなったね。その上、まるで傷を負ったような反応だった。これが俺たちの切り口になりそうだな。お前らならば早く根をなくすぞ。聞こえたか？俺の考えが合ってたみたいだぞ。これでいける。
こにもまだ剣木の根っこがある。お、待て、すぐに設置する。これでいいはず。俺の推測だと剣木の根は地中深くまで伸び、あらゆる場所にあるはず。構造子界隈に伸びている部分は駆除できたとしか言えない。善は急げだ。根が再び生えてこないうちに。これからすべきことは、さりげなく怖いこと言ったね、あんた。お前ら、増加航路に絡みついている根が見えるか？枯れているぞ。本当によかった。もうお前らを阻むものはない。剣木には摩訶不思議な力があると慶元将軍は言っていた。あの鹿は普通の存在に見えたが、致命傷を負っても瞬時に回復していた。先州人がなぜ遵守に従い北条を排除しようとしているか理解できた気がするな。死ぬことも滅ぶこともない造物、それを放置すれば世界の生態系は完全に滅んでしまうだろう。だから泉州は宇宙を流浪し、どの星にも定住しなかったのか。楊先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬乞いであった祖先は裏に隠されていたものを見抜けなかった。中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に不老長生の誘惑を拒めるのだろうか。皮肉だ。聡明な者は死に、愚かな者が生き続ける。泉州は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて、遵守の道程を歩むことにした。もしかしたらまだ救いの余地があるかもしれない。手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵士へ行くんだったな。あそこは剣木に隣接している。ここの状況を鑑みるにもっと厳しい状況になってるだろう。気をつけるんだぞ。俺はここでお前らの無事を祈ってる。